こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、今ね、どんな風に過ごすかとかかな。そんな感じ今さ、ロックダウンでね、3週間私もインドで、3週間ほどロックダウンなんですよね。それでもうね、だんだんみんなこう気づいてきてると思うけど、意外と全然平気なんですよね。でもそれに対してのパニック煽るような出来事というか、そういう周りがさキャーキャー言うっていうか、私たちって意外とさなんていうの全然大丈夫なんですよ。多分。でもどうしようどうしようっていうさ、その気持ちが不安になるみたいな感じだから、この出てくる気持ち、やっぱいろんな気持ちが出てくると思うから、今特に先月からそうだけど、今月はもう落ち着いてきてるから、特に本当に自分と向き合うのにいい機会だね。先月はさ、やっぱりこのコロちゃんのことで本当に不安な気持ちに、なんていうのかな、外からの情報とか、あとこれからどうなっちゃうんだろうっていうところでもう不安不安不安みたいな感じが強かったと思うのね。外からの不安みたいな。だけど本当になんかちょっと落ち着いてきたから、自分と向き合うっていう感じかな。自分がだから今何やりたいかとか、あの自分で自分と向き合って考えてみたり、自分自身にブロックが強い人はやっぱそのブロックと向き合うというかね、向き合ったり外していったり、時間があるっていうことはそういうことなんですよ。もうこれをだから私もずっとやってきてるから、自分と向き合って、こういうモヤモヤするなとか、私はこういうとこがあるなっていうのをこうポイ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 やっぱり外してったんですよね。認めて外すみたいな。気づけば外れていくから、こういう期間にだからずっと走り続けてると、やっぱりこういうことにも気がつかなくなっちゃうんですよね。気がつかなくなっちゃうし、見る余裕がなくなっちゃう。でこういうのを外していって波動を整えるようにしていくとインスピレーションが降りてくんですよ。でインスピレーションっていうのが高次元とか自分のハイヤーセルフから来るものだから、これに沿って進んでいけばいいんですね。そうするとなんていうのかな、一つのインスピレーションに対して進むっていうのは半年間自分が行動したのと比例するわけだから、もう行動が圧倒的にすごい少なくなるんですね。やることはいろいろこれ楽しんで波動を整えてきたインスピレーションに対して乗るっていう風にすると、今まで行動して力技でやってたことが簡単に実現していっちゃうみたいな、これがまあ宇宙の進み方だと思うのね。だけどさ、もうさ地球のパターンをずっと繰り返してる私たちとしては、こういう風にするっていう時間もないんですよね。時間もないし機会もなかったですよ、ずっと。だからもう動き回ってた人たちが一回立ち止まるみたいなことがやっぱみんな起きてると思うから、ここで自分自身の波動を整える。自分が何が好きだったっけな、好きなコーヒーを飲んだり、ワンちゃんに触ってみたり、好きな YouTube 見てみたり、ゴロゴロしてみたりっていう、今までこうゆっくりできなかった人たちがゆっくりするっていうことが起きてたりすると思うし、あと仕事に関しては、新しい仕事をしてみたりとか、新しい方向転換であったりとか、なんかこう新しい発想を形にしたり、まあよくライブでも言ってるけど、尻を軽くして気軽にやってみるってやつね。だから今さ、行動できない中で行動というかさ、動き回れるわけじゃないじゃん。どっか海外に行けるとかでもないわけでしょ。じゃあここで何ができるかって言ったらやっぱネットなんですよね。インターネットを使って自分が何ができるかっていうところを、もういくらでもありますよ。やりたいこととか検索していくといっぱいネットの中にあるわけだから、そこで検索してやるとか、新しい何かその仕事の仕方をそこでも見つけていくみたいな感じで、このコロちゃんのさこととかを、ある程度落ち着いた時にまた仕事とかが、いつも通りになってったりすると思うんだけど、なんて言うんだろう、無理やりだから好きなことを見つけなくちゃとか、仕事にしなくちゃとかね、じゃあやりたくない仕事をするといけないのか、だからこういうことになってるわけだからみたいな感じでこう言われたりするんだけど、そこに無理やりこじつけなくていいっていうか、だからバランス取る、いい機会だから、いい機会として捉えて、なんだろう、新しい仕事の仕方もやりつつ、
なんか今までの既存の仕事の仕方もしつつっていうバランスをとっていくと、こっちの楽な方のいかに楽にさやるかっていうところがポイントになってくると思うから、うん、そうだけど無理やりこうなんていうのかな、やっぱり例えばお金のことでね、じゃあお金とか仕事とかなくなっちゃってどうするの、じゃあやりたくない仕事をやらなくてこれから大丈夫なのかとかね、波動を整えてればいいのかって思うと思うんだけど、こっちのだからこうなんていうの、やりたくない仕事も大事なんですよバランス取る。私はだからスピリチュアルをこう仕事にする時にギリギリまでやっぱりこうスーパーで仕事をやりたいわけじゃないよ、全然違うんだけど、お金のためにこっちの仕事をずっと手放さなかったんですよね。怖いから。なぜならこうスピだけの仕事でやっていくなんて不安定だし、だからバランス取ったんですよ。でこっちでやりたくはないんだけど、まあなんていうの、そこでそれなりに楽しんでてお金の安定があったから、こっちの部分もやりつつスピリチュアルな仕事っていうのをずっとバランス取ってて、強制的にこうインドに来ることになったからこうスピだけになっちゃったんだけど、それまでは絶対手放さなかったんですよこっち。そうだからこういう感じでバランスを取るっていうのが大事だと思うから、無理やりこうなんていうの、いい機会だから、今まではこっちしかなかった人ね、やりたくない仕事ばっかりやってた人たちがここだけじゃなくてもう一個の選択枠とか何個かの選択枠を取るといいよっていういい機会というかな、そういう感じで捉えるといいんじゃないかと思う。でバランス取っていく。そうするとなんかもしまたこういうことが起きた時にまたいずれ戻ると思うんですよ。今のなんていうのかな、仕事、こういうコロちゃんのことが落ち着いた時に通常通りに少しやっぱり地球って戻ると思うんだけど、戻った後にも何個か選択枠があった時にまたこういうことが起きた時に私たちとても強くなるって分かりますよね。選択枠があるって分かるから、そういうののなんかこう慣れかな、逃げ道というか知っておくといいから、いい機会としてここの時間っていうのかな、そこをこううまく利用するといいと思います。だから自分と向き合う。だおすすめとしては本当に自分自身のこの内面の部分のバイブレーションのね、モヤモヤとか向き合う部分があると思うから、そこを向き合ってこう認めて癒すとか外していくとかね、自分のブロックとかを外す、あとは今できることをお尻を軽くしてやるおすすめはもうネット私も動けないからネットです。ネットだけで完結できることをやってる、やってるし模索してるし、だから自分が何のために生まれてきたのかなとか、この先何やりたいかなって先のビジョンを思いながら、そうすると結構インスピレーションが降りてくるから、あと波動を整えるですね。波動を整えるとインスピレーション降りてくるから、波動を整えてないと、だからインスピレーションって降りてきてんだけど波動がこんなになってる時に、だからインスピレーションっていうのはさ水みたいなもんだから、こういう波の時にさピョンってさ水が来た時に気づかないんですよね波動が乱れまくってから。だから自分の波動を整えてると湖みたいなんでしょ。でピョンって降りてくると、あ、誰かに電話しようとかさ、こういう感じですよ。ピョンってきて、あ、この仕事やってみようかなとかさ、これ直感とか、これがインスピレーションですから、こういうあってやつね、こういうのが降りてきたりするんですよこれキャッチできるっていうことだから、これに対してキャッチして進んでいくといいと思います。あとはやっぱり光と闇みたいなところかな、光と闇。アセンション、この地球でのアセンションっていうのは結構やっぱりこう特殊アセンションみたいだよね特殊アセンション他の星がアセンションしてきた形と辿ってるところはきっと同じなんだろうけど、この地球が結構ほんとめちゃくちゃな星だったから、地球で何が起きてたかとかさ、普通のやっぱりこう生と死を超えたところじゃないと直視できないぐらいめちゃくちゃなことやってたんじゃないかなっていう感じします。地球って陰謀論とか今すごい出てきてるけど、これって架空の話って思ったりするじゃない。こんなことあったら超怖いとか思うんだけど、実際結構行われてたんじゃないかなと思うんですよ。特にその今、ディスクロージャーってね、グレゴリーさんとか
が結構一生懸命やってるのとかは、まあ、ディスクロージャー、アメリカではそういうのが盛んみたいなんですよ。はっきりした、だから政府とかがいろんなこと隠してたみたいなとか、まあ、宇宙人がこういろんなことに関与してたものをなんていうのかな、隠してきてたりとかね、なんていう捏造というかめちゃくちゃなことを発表してたりとか、そういうこともあったのかな、だから今いい機会だからね、いろいろ知るっていうのが大事だし、やっぱこの星で何が行われてたかっていうことを知って、今光が強くなってるから、こういうことってこうやっぱり浮き彫りにもっともっとなってくるっていうか、闇が出てくるっていうか、光が強くなってるからね。これだからもう安心してそこを見る時なのかなと思う。ただ見るって感じ。そこに対していい悪いのジャッジっていうよりも、こう見て認めて先に進むっていう風にしていくと、自分の闇を見ることと一緒だよね。ただ見る、直視する、認めるっていう風にすると、すごくこうやっぱりグランディングというか、だって地球に住んでる私たち地球人だけだから、星で何があったかって、星の歴史とか知るって大事だよね実際何が行われてたかっていうことを知るっていうことは大事。やっぱりこう光だけを見ていたいと思うし、なんていうのかな、愛調和、もちろんそれでいいと思うけど、レムリアがやっぱり本当にいい例というか、レムリアってやっぱり光が強すぎたんですよね。で闇の部分に対しての、そうだな、やっぱり蓋したのかなっていう感じ。私はやっぱり好きなのは両方好きなんですよ。陰も陽も両方好きだから、光が強すぎると闇が浮き彫りになってきて闇の部分が何ていうのかな、爆発しちゃうから、両方だって自分もあるからね。そうそうそう。だからこういうことってこうやっぱり見る、自分自身のこう闇の部分をしっかり見れるってことはすごい強さですよ。自分と向き合う、自分のこういうとこを認められるようになると、現実として出てくる出来事としてもどんな怖いことがあったって見れるし、いい部分も見れるし、っていう感じ、ニュートラルな感じになるんじゃないかと思うので、そうそうそう、ここがすごいねポイントなんだ、アセンションのポイントなんだと思うし、私たちはここをやっぱりこう超える、超えるっていうか、ただ超えていくんだけど、せっかくだからしっかり見た方がいいと思うんですよね。そうだから集団瞑想のさ、100万人瞑想のやつあったじゃないですか。あれもさ、私もなんかこう話が来たのもさ、すごい早かったんですよ。100万人瞑想あるっつって、もう2つ返事で Facebook でシェアしましたからね。それ最高みたいな。でもそうサイト見た時にちょっと違和感はあったんですよここにもやっとしたものは、暗い、なんか怖いみたいな感じだったんだけど、100万人瞑想っていう方に取られちゃったんですよね、気を。だって素敵なことじゃないですか、この地球のこのね、今大変な時にやりたいみたいななんか正義感みたいなのがすごい出て、今すぐやりたい、もう最高なことだから、その自分でのこの違和感に蓋しちゃったんですよね。ですぐシェアして、それで80人ぐらいの人がもうバーって、多分半日ぐらい上げてたかな。で80人ぐらいの人がシェアしてくれて、でその中の書き込みにどういう団体たちがやってるかっていうのをやっぱこうちょっと見るといいというか、なんかそういう書き込みがあって、その時にうるせえと思ったんですよね。こんなね地球のことをやる人たちにいい人しかいないって勝手に思い込んでたし、そんなものも超えるとか思ったんだけどなんか気になったんですよ、その団体どんなものなのかなと思って。そうで、まあ拠点がアメリカだったから、まあ、アメリカのねに詳しい人たちにいろいろ聞いててそしたらみんなほぼ知らないっていうのと、どんな、だってそういうネットワークで絶対つながってるはずなのにつながってないんですよ。だからあれと思って、あとちょっとなんていうのかな、まあそういうあるからね両方ねいろいろそういう情報も入ってきて、だからさ、
絶対いいことだと思うし、これからもさ、そういう100万人瞑想とかみんなで世界でことやろうみたいなことって出てくると思うけど、実際のところ自分がやっぱりやりたいかやりたくないかとか、あとはそのなんていうのかな、そういうこうなんていうの、力技みたいな感じとか、なんていうのかな、光だけを見て無理やりこうなんていうの、じゃあなんていうのかな、ワンネスみたいに持っていくんじゃなくて、あのそういうところも利用してた、まあ、宇宙人とかもいたり、だからもちろんその団体だって最初はずっとさやっぱりいいと思って良かれと思ってやってたんだと思うけど、だんだんやっぱり変化してきたりっていうことがあったのかなっていう感じはちょっと見てるかな。やっぱそういうのってあると思うんですよ。いろいろな組織とかが大きくなってきた時に、だんだん変わってきちゃう、趣旨が変わってきちゃうみたいな、そういうのもあるのかなと思って見てて、そうそうそう。だからまあそれのきっかけに私は自分でなんかやるときは自分でやろうって思った感じですね。しかもあんまりだからあんまり意味がありそうでないというか、そのあたりもちょっとクールにやる時なのかもしれないよね。みんなで力を合わせてやろうみたいな、力を合わせてとかさ、好きそうじゃん日本人の人とか。私も好きだし熱くなるからすぐに。イエスみたいな、みんなでやりましょうみたいなとこなんだけど、こういう特にこう目に見えないことに関しては結構冷静な判断が必要なのかなって思う感じがある。だからまあディスクロージャーっていうのかな、やっぱりこうアセンションにおいてディスクロージャー、まあ、今まで地球で何があったかとか、宇宙のことを学ぶこと、宇宙のことを学ぶっていうのは、まあ、こうエネルギーのことを学ぶとかかな、そういうこうところの、レベルアップも必要なのかなって私は見てますね。だからやってる、今月すごい学んでるんですよ。私たくさんいろんなことを学んだり、自分自身のアップデートかな、肉体精神と肉体のアップデートっていうのをすごくやってます。修行ではないんだけど、今はやっぱり自分自身をしっかり見つめる時、メンテナンスする時だと思ってやっています。そうしないとやっぱり足元がグラグラになっちゃうと思うんだよね。だからこの足元を固めるのに結構闇の部分をしっかり見るっていうのがすごくね、こうなんていうのかな、土台が超しっかりする。だって怖い部分しっかり見れたらさ、私たちってどれだけ強くなるかってことですよね。そこにやっぱり自分の闇が一番直視するっていうところかな。自分のそういう部分を直視して認めるっていう風にしていくと、他のことに対してもニュートラルな視点でしっかり見れるっていう感じになると思うし、これからいろんなことが起きてきたりいろんなことが浮き彫りになってきた時に認められるんだと思う。そういう感じでやっぱりアセンションしていくんだと思うんですよね。やっぱりこう今まで地球でなかったようなアセンションが行われていって、じゃあ地球でなかったようなことにやっぱ私たちはどんどん上がっていくっていうことだし、これがやっぱ宇宙規模で宇宙のアセンションの中でもちょっと稀なアセンションなわけだから、これはなんかすごく私たちが住んでいるこの地球とともに、土台をしっかりして進んでいくっていうのがすごく大事なんじゃないかと思うので、私はなんかこの今日は特にこうなんていうのかな、はっきりとメッセージを伝えたいなと思ってお伝えしました。はい、ではまた撮ります。ではでは。